こんにちは、フォグルです。今日はね、離れてしまったあの人が、後悔しているかどうか、これについて占っていこうと思います。今日もね、3択になってるんで、ピンときたやつを選んでください。左から A、B、C となってます。複数ね、気になる場合は複数見ていただいても大丈夫です。まだね決まらないっていう方は一時停止して決まってから、進んでください。選択肢はね概要欄の方に、目次の方ね貼っときますので、そっちからね飛んでいただいて大丈夫です。それでは、A の方から占っていきます。はい、ではねA を選んでくれた方のリーディングを始めていきます。離れてしまったあの人が後悔しているかどうかについて出してるんですけど、そうだね、後悔しているかで言ったらめちゃくちゃ後悔しているっていう感じですね。まずね過去の部分から見ていきますか。過去は、カップの8とペンタクルの10が出てます。でね2人の関係が、終わりにね気づいて次へとね旅立っていくって出てるんだよね。これは復縁で見てるからね、みんなそうだと思うんだけど、諦めとかね別れの決意、未練を捨てようとするっていうのもあるね。あとはね連絡が途絶えるっていうメッセージもあるから、はっきりね別れたっていうよりは連絡取れなくなった、音信不通になったみたいな人もね中にはいるのかもしれないですね。面倒事から逃げたっていうようなねこともあるかもしれない。ペンタクルの10はね生活の一部とか家族への紹介とかね一緒に暮らすとかもあるからね、もしかしたらねもともとお二人は結構ねいい感じのいいとこまでね行った二人が多いのかなっていう感じはありますね。家族にねもう紹介済みだったり、お家同士でね結構知ってたりとか、同棲してたり、中にはねお子さんがいる人もねいるかもしれないですね、これは。そしてねこれはね現状を維持すれば大丈夫っていう油断があったっていうのがありますね。あとはルールにね厳しすぎたかなっていうのも出てる。そしてお相手の現在の状況なんだけど、すごくね精神的に追い詰められてるっていうのがこのペンタクルの5から出てる。そしてソードの10ね、ペンタクルの5の方ではすごく沈んだ気持ちとか孤独、諦め、でよりどころを失うっていうのが出てるから、お相手の方にねすでにパートナーがいるっていうようなことはないのかなって思いますね。そしてソードの10が痛みを受け入れるとか恋の苦しみを乗り越える、あとはね自分の過ちに気づいたっていうメッセージが来てるから、お相手何かね後悔してるのかなっていうのがねもう見て取れるね。そう、原因がねどっちかっていうのはねわからないんだけど、自分が間違ってたなっていう気持ちがある。
そうだね。あなたとの間にね、何か障害があったからってね、手放したのは間違いだったとか、単純に自分が何か間違いを犯して悪かった。そういうことだと思うよ。それにようやく気づいて、受け入れる。そういう気持ちに今はなってるかな。現状としてはそういう感じだね。そしてあなたに対する気持ちがどうなってるか。忍者のカードと、ソードの6。今はね、孤独に耐えようとしてるって出てますね。何か自分の気持ちはね、もう胸の奥にしまってしまって、押し殺そうとしているっていう感じかな。あとはね、自分を見つめ直そうとしてる。お相手はね、今、あれは自分が悪かったなとか、あれはちょっと言い過ぎだったなとかね、あなたとのね、暮らしてきた日々、その中で反省点、自分の中のね、反省点をすごくね、見つめ直してるっていう感じだね。反省してますね。そしてソードの6。これはね、あなたとの現状を変えたいっていう感じだね。いい方向に進めたい。今ね、お相手はすごい苦しい状況にいるから、その苦しい状況から抜け出したいっていう気持ちがあるみたいだね。だからね、あなたとの現状このままでいいとは思ってないみたいです。思ってないみたいですね。そして、あなたへのね、アドバイスを見ていきます。まず、ワンドのナイト。これはね、もしかしたらだけど、不思議な巡り合わせっていうメッセージが来てるから、どっかでね、ばったり会ったりする可能性もあるかもしれない。それとかね、なんか、周囲からたまたまお相手の現状とかね、耳にしたりとかね、そういうこともあるかもね。たまたまなんかどっかで見かけたり、そういうなんか不思議な偶然が何かね、引き寄せるようなことが出てますね。そして心機一転してもう一度一からね、関係築いていきましょうっていうことだね。それから A さんがね、選んでくれたカード、誘惑のカードなんだけど、アドバイスで出てるので、誘惑の克服とかね、罪の意識っていうメッセージなんだけど、そうだな、間違った欲求に走ったらダメだよってことだね。誘惑に屈しないこと。そうだな、今ね、心が弱ってる状態っていう人もね、多いだろうから、そういうところにね、つけ込んでって言ったらちょっと言葉が悪いかもしれないけど、弱ってるところをね、チャンスだと思って近寄ってくるような人がいるかもしれないから、いや、自分で間違ってることが分かってるのに、そっちの方が楽だからそれを受け入れちゃおうみたいな、そういうね、間違った誘惑に乗ってしまうのは気をつけてねっていうメッセージが出てますね。あとはね、なんか暴飲暴食したりとかね、そういう風な誘惑もダメだよって。そして月のカード、時には見て見ぬふりをすることも大切っていうメッセージが出てますね。
ん。何のことだろうね。今は離れている時間が大切。うん。やっぱお相手がね、今反省してるから、すぐね、すぐ復縁とか、すぐ連絡とかなっちゃうと、まだ反省が少し足りないのかもしれないですね。だから離れてる時間も大切にして、お互いの成長が必要っていうことだね。今お相手はね、孤独の中でいろいろ考えてね、気づいたり反省して成長していってる時間みたいですね。だからね、全然深刻になりすぎないようにね、今連絡取れないっていう人もいるかもしれないけど、そんな深刻になる必要はなさそう。あとはね、相手の行動とか言葉を深読みしたりしすぎないことだね。そのままの意味で受け取ってしまって大丈夫っていう風に出てる。そして、近い将来のね、あなたへのお相手の気持ち。ここで太陽のカードがね、出てるんだよね。ここまで来ると、困難を乗り越える覚悟ができるっていう風に出てる。だからね、復縁望んでるんじゃないかな。やっぱ後悔して反省して、自分の間違いに気づいて、復縁の気持ちが出てきちゃうんじゃないかなって思うんだよね。ただお相手的にはね、もう何が起こっても受け入れる覚悟、努力もするし、そうだね。もしも振られても、自分が悪いことは気づいてるし反省もしてるから、それはそれで受け止めますっていう感じだね。でももちろんね、気持ちはあるし未練があるから、できればね復縁したいんだと思うよ。だからここでね、あなたに復縁の意思をね伝えてくる可能性はあるんじゃないかなって俺は思う。だからそれまでは離れてる時間を大切にしてくださいっていうことだね。そして、ペンタクルの7。これはね、今までのね付き合い方を改めるっていう風に出てる。状況を見直すとか対策を練る、そういう気持ちがあるみたいだね。やっぱね、諦められない気持ちっていうのがすごく出てるね。こうあなたに対してね、すごいね熱い視線を送ってるだよね。関係が改善してくるっていう風に出てますね。そして、近い将来、女教皇とソードの5。あなたに近づく努力をしているみたいだね。真面目に物事を捉えて真剣な気持ちを伝えてくるっていう風に出てますね。何か目標に向けて進んでいくとか、あとはね、なんか誘惑に負けない心を持つっていうメッセージが来てるね。なんか自分の今までのね態度とかやり方とかそういうものを改めるっていう風に出てて、本当にやるべきことをやる、そういう風にね伝えてきてますね。そしてソードの5の方はね、何かね少しの隙も見せないっていう感じだね。そう、今までのなんか油断してた、好きだらけだった自分を改めて、もう自分を律してる感じだね。隙を見せないっていう風にお相手は思ってるみたい。そしてどうしてもね目的を達成したい、
あなたとね、復縁するのが目的だとして、それがどうしてもね達成したいっていう気持ちだね。戦略的にね進めてくるんじゃないかなっていう風に出てる。ここがねお相手にとっての分岐点になりそうなんだよね。復縁できるかどうかのねお相手にとっての。だから選択肢はあなたにあるっていう風に出てますね。あなたが復縁するかどうかは選べそうな雰囲気を感じますね。そして最終結果がワンドのエースとワンドの10。これはねもう進展するっていうカードですね。一歩前進するっていう感じで出てる。ポジティブな気持ちになって、すごいね関係が修復していきそうだなっていう雰囲気を感じて、もうなんかワクワクしてるっていうイメージですね。やる気が満ちて、そして2人のね成長と2人のねいい関係を築くことに向けて一歩一歩進んでいくっていうイメージのカードです。そしてワンドの10だけど、お相手の方はねすごい嫌われないように頑張ってるみたいだね。結構ね悪戦苦闘することもあるみたい。でもどうにかねどうしてもね目的達成したいから、なんとか改善に向けて努力してるっていう感じだね。自分が悪かったんだからっていう気持ち。そして同じ過ちは繰り返したくないっていう気持ちがすごいメッセージとしては来てますね。だからねなんとかやっていけるんじゃないかなっていう感じだね。あなたへのアドバイス的には誘惑には気をつけてねっていうことだね。はい、それでは A の選んでくれた方へ向けたリーディングは以上となります。何かね参考になったら嬉しいです。ありがとうございました。B を選んでくれた方へのリーディングを始めていきます。離れてしまったあの人、後悔しているのかどうかについて出してます。B の人がね選んでくれたカードは、自然のサインっていうカードでした。これについてはねまた後で見ていきます。それじゃあね、細かい部分を過去の方から見ていきます。まずね出てるのがカップのクイーンとワンドの9が出てますね。過去にねお相手はあなたに対して一緒にいてね癒されるなとか、親身になって接してますね。愛情もすごい感じてるし、愛情豊かな人だなって感じてるみたいだね。だからたまにねなんか感情的になりすぎる時があるのかな。そういう側面もちょっとね見えてる気がしますね。そして何かね古い傷が痛むようなことが出てますね。なんかトラウマとかがねあったのか、過去の経験から疑いの目を向けるとかね、何か身構えてるような感じがありますね。そして体勢を立て直したい。ここでね何かがあったのかなっていう感じですね。そして、お相手の現状についてだけど、ペンタクルのページとワンドの3が出てますね。これはね
すごくね、会いたいっていう気持ちがあるみたいですね。今お相手の中にね、あなたへの気持ちがね高まってる状態なんだよね。そう、離れちゃってるんだけど、気持ち的にはね、すごい頑張るからみたいな、頑張るから会いたいみたいな感じだね。そして未来のために今努力すべき時だっていう風に何か感じてるみたいですね、お相手は。そして、ワンドの3の方なんだけど、こっちはね、なんか嬉しい知らせを待つとかね、そういう意味なので、まあ連絡を待ってるのかな。すごいね、連絡取りたがってるし、会いたがってると思いますね、お相手は。まだね、希望があるんじゃないかなっていう風にね、感じてるみたいですね。お相手的にはまだ、頑張ればまだやり直せるんじゃないかなっていう風に感じてそうな印象を受けますね。まあ嬉しい知らせを待ち望んでるとかね、すごい期待してるっていう感じのカードです。そして、あなたへのね、今のお相手からの気持ち、ここはね、戦車のカードね。そして、ソードのページが出てるんですけど、まずお相手の気持ちとしては、障害に打ち勝ちたいっていう風に思ってるみたいですね。まだね、お相手的には離れてしまってるけど、2人の間で障害になったことに対して頑張れば、まあなんとかなるじゃないけど、頑張ったらまだ取り戻せるっていうね、気持ちがあると思いますね。そして思いをぶつけたいとか行動したいっていうのが出てるから、やっぱね、あなたにはね、すごい会いたがってるんじゃないかな。そして勇気を持ちたい。そっか、まあ勇気を持ちたいだから、持ちたいってことはね、まだ持ててはないのかな。まあ、連絡したいとかね、会いたいっていう気持ちはあるけど、実際にね、行動に移せるかって言ったら、まだその勇気はないっていう感じだね。なんか自分との戦いっていうメッセージが来てるんだよね。だから自分の中にそのね、勇気がまだ持てなくて、どうしてもあなたにね、連絡したり会いに行く勇気がないから、ここでね、ちょっと自分と戦ってるみたいだね。そしてね、ソードのページなんだけど、あなたのことをね、知りたがってるんだよね。何か探る必要があるっていうメッセージが来てるから、復縁したいんだけど、今離れちゃってるから、まあ例えばね、もしあなたにもう他に好きな人がいたらどうしようとか、復縁する気あるのかどうかとか、あなたの状況がねまだ分かってなくて、それをね知りたいみたいだね。まあ、試練があるかもしれないっていう風に感じてるみたいですね。復縁のチャンスがあるかどうか探りを入れたいなっていう風に思ってる。そしてね、すごくね緊張している状態ですね。
そして、あなたへのアドバイスとしてのカードはソードのエース、そして自然のサインっていうカード、そして、ソードの8の3枚が出てるんですけど、まずね、ソードのエースね。ソードのエース、あなたへのアドバイスとしては、正論で攻めすぎると中がこじれるっていう風に出てますね。まあ言ってることとかはね、多分あなたの方が正しいんだと思うんですよね。ただ、その正論であまりにね、逃げ道なくがっちり攻めすぎちゃうと、お相手の立場もなくなって、ちょっとどうしようもなくなっちゃうみたいなところもあるみたいですね。だからね、まあ正しい正しくないとかね、そういうのはひとまず置いといて、相手のね、気持ちだけはね、受け取ってもいいんじゃないかなっていうようなカードですね。そして、あなたの場合はどっちかっていうと、なんかドライな決断をしちゃうのかな。そういう決断は後々裏目に出るようなことが出てますね。ちょっとね、気持ちとは逆のことをしちゃうタイプっていう人も中にはいるかもしれないですね。だから本心は、まあ、復縁したいとか仲直りしたいって思ってても、トラブルがあっただから少し冷たい態度取らなくちゃいけないみたいなね。だから本心は仲良くしたいけど、どうしてもね、冷たい態度取っちゃうとか、中にはね、そういう風な人もいるのかもしれないね。そこはね、自分の気持ちに正直になった方がいいですよっていうようなメッセージが出てますね。そしてこのね、自然のサインのカードなんだけど、これはなんかね、はっきりとしたメッセージが来るわけではないんだけど、繊細なねメッセージを受け取れる状況にありますっていうことだね。まあ、その準備をしておくってことかな。だから、お相手がやっぱりまだあなたのことが好きだとか復縁しようとかね、直接的なことを言わなかったとしても、なんかまだやっぱりまだ気持ちがあるのかなみたいなね、少しそういうね、分かりづらいかもしれないけど、小さなねメッセージとかアプローチを、またはね、なんか気持ちがにじみ出ちゃってるみたいな、そういうのがあるかもしれないから、それをね受け取れる状況にしておくことっていうメッセージなんだよね。まあだからね、まあ例えば LINE とかそういうのブロックしちゃってる人はもちろん解除した方がいいだろうし、 SNS とかもね、自分から情報を集めに行ってもいいかもしれないね。まあだからね、まあ自分のまあ見てるのがバレるのが嫌っていう人もいるだろうから、まあこっそり見ちゃったりとかね、そういうので相手の情報を集めてみるのもいいかもしれないですね。相手がね緊張してるから、緊張解きやすいようなね態度をあなたが取ってれば、自信がついてくるんじゃないかなって思いますね。そしてソードの8、これは、他人に振り回されないことっていう風に出てますね。あなた自身の気持ちを尊重すること、そしてどっちの責任みたいなね、そういう考えは手放してくださいっていう風に出てます。
あとはルールに縛られないでっていうのもあるね。だからまあね、いろいろ思うところはやっぱあるとは思うんだけど、まあ誰々が悪いんだから、まあどっちが悪いんだからこうすべきでしょみたいなね、正論は一旦置いといて、まず自分のね気持ちに正直になって、まあ、より重要な方を選んでいくっていうことだね。そして、近い将来、お相手があなたに感じている気持ち、これはね、困難に立ちはだかるとか、冷たい態度にね傷つくっていうのがあるんだよね、メッセージとして。だから冷たい態度は取らないようにね、相手から見て冷たいなって感じるような態度は取らないように気をつけてた方がいいんじゃないかなって思う。まだね、お相手的に苦しい状況だね、まだここは。ただね、カップの9も出てるから、長い思いが実を結ぶっていうようなカードなんだよね。だからお相手が時間かけて思いを伝え続けたり、何か悪いことしてたら反省の態度をね時間をかけて示したりして、あなたにここでようやく許してもらえるような感じなのかな。そうだね、喜びに満ちるとか小さな幸せに気づくっていうようなカードなんだよね。だから連絡取り合うようになってすぐ復縁っていう感じじゃないかな。だんだん和解していくっていうような感じだね。あなたの中にね、なんかしこりみたいなのがねあって、すぐには許せない気持ちなんじゃないかなっていうイメージがあるんだよね。もちろんね、人によるとは思うんだけど、たくさん見てくれてるからね。そうだね。そして、ワンドの5、近い将来。近い将来ではね、本音で言い合える2人、そして自己主張できる。それから心がねオープンになってストレートな意見を言えるようになるっていう風に出てるね。ここら辺で、ここでねラバーズのカード出てるし、まだねこの段階ではしこりがあるけど、雪解けが近いみたいな感じかな。そしてここで心がオープンになって共通の目的を達するっていう風に出てるんだよね。だからあなたもね、もし復縁を望んでるんであれば、お相手はねもう復縁したいっていう気持ちだと思うから、共通の目的が多分ねここで復縁が達成されますってことだと思うんだよね。多分ね復縁したいっていうことで見てる人が多いと思うからね、後悔してるのかどうか知りたいっていう動画だから。そして、ラバーズね、ここで心が通い合う、楽しい、大好き、心が許せる相手だなっていう風に感じてるみたいだね。やっぱり相性がいいなみたいな気持ちもあるみたい。そして心配がね薄らいでいくっていうメッセージが来てますね。だんだんね前にあった何かあったねトラブル、これが解決していって、お互いね信頼できる関係になっていくみたい。
うん。そして最後、最終結果ね、ソードの10と星のカードですね。このソードの10はね、もやもやした気持ちが消えていくっていう風に出てますね。うん。まあ今はね、まだやっぱりわだかまりがあると思うんだけど、苦しみの原因が消えていく。うん。気持ちがね、晴れやかになっていくみたいだね。そして事態が好転していく。ねえ、お相手とね、喧嘩したとしても続いていく関係って出てますね。末永く付き合っていく。そういうカード。そして、短所も受け入れられるようになっていくって出てますね。お互いね、心が成長していくのかな、ここで。そして星のカードはもう希望のカードだね。希望の光。未来に向けてね、進んでいける関係っていう風に出てますね。心の拠り所であったりね。そしてワクワクする。問題がね、解決するっていう意味もあるんだよね。だから、問題解決して見通しが明るくなっていく。そして進展していくっていう風に出てるね。そうだね。だから、全体で言ったらお相手は後悔してるし、もう今すぐにでも復縁したい気持ちがあるにはあるけど、あなたの状況が分かんないからちょっと動き出せないなっていうような感じなんだよね。そしてあなたはお相手のね、状況とか細かいことが、情報が流れてくる位置、そういう位置にいること、情報を受け取る準備をすること、そしてね、冷たい態度は取らない、正論で攻めすぎるのはやめようっていうカード。そうすれば希望が見えてきて、モヤモヤは晴れていく。そういう感じだね。だから大丈夫だと思うね。希望が見えてるから。はい。それではね、B を選んでくれた方へ向けたリーディングは以上となります。何か参考になりましたら嬉しいです。ありがとうございました。はい、それでは C を選んでくれた方へ向けてのリーディングを始めていきます。離れてしまったあの人が後悔しているのかどうかについて出してるんですけど、まずね、選んでくれたカードは、新しい始まりっていうカードでした。これについてはね、また後で見ていきます。そして、後悔してるかどうかについてなんだけどね、もうね、パッと見の時点でね、後悔、後悔もだけど、あなたへのね、気持ちがね、断ち切れずにいるね、未練があるし、すごいね、傷ついて失意の中にいるっていうカードも出てます。1枚ずつ見ていきましょう。まず少し前、あなたと気になるあの人、離れてしまったあの人の、少しね、過去のお話ではソードのキングと、ペンタクルの5が出てます。ちょっとね、何か厳しいことを言ったり言われたり、何かね、不信感につながるようなことがあったりだとか、何かね、トラブルが起こっ
ってそれに対応する必要があったようなことが出てますね。そしてだんだんと状況が悪くなっていって、孤立無縁って出てるね。そして、最終的に困難が立ちはだかって救いがない、そして諦めたようなことが出てます。中にはね、金銭的な悩みとかそういうものもあったかもしれないですね。そして現状のお相手の状況なんだけど、これね、ワンドの10、さっきも言ったんだけどね、あなたへの思いを手放せずにいますね。すごいね、抱え込んでるね。心身ともに疲れ切ってる状態で、誰かに相談したいとか、そうだな、助けが欲しいっていう感じだよね。どっちからね離れていったかっていうのはちょっとわからないんだけど、離れてしまったことについて未練だとか、自分からね言ってたとしたらすごい後悔とかねしてそうですね。そして、ソードの3、失意の中にいるっていう感じですね。ショックを受けて傷ついてたり、不本意だなって思ってる人もいそうですね、中には。そうですね。ただね、もう、悲しみのどん底で何もする気が起きないっていうよりは、一生懸命ねその痛みを受け入れて一歩前に進もうとしているような気持ちも見えますね。頑張って前向きになろうとしてるって感じかな。そうだね。そして、あなたに対するねお相手の気持ち、カップの7、これはねもうあなたとの付き合ってた日々、一緒にいた日々、すごくね懐かしんでるっていうね気持ちが出てますね。そして今離れてしまってるっていう現実を忘れたいみたいですね、お相手は。すごいねあなたとの思い出を懐かしんでるし、何をしててもあなたのことばっかり思い出しちゃうみたいなところがあるみたいですね。そうだね、家で一人にいる時とかふと思い出しちゃうこともあるし、外に出てね、街中とか、ここ一緒に行ったとこだなとかついついね考えちゃうみたい。ただ思い出にね浸ってね、まだなかなか動き出そうっていうね気持ちまでは見えないんだよね。こっちのカードではね、もう一度挑戦したいとか、ワンドの、ナイトね、こっちではね動き出したい気持ちもあるんだけど、少しねまだ迷いがあるみたいですね。こっちのカードでは情熱をぶつけたいとかね、もう一回ね新しく一からでいいからね関係をまた築いていきたいっていうような気持ちもあるみたいです。そしてね、とにかくね現状を変えたいとかね、今いる場所を離れたいっていうね気持ちが出てるから、とにかく今離れてしまってる2人の関係をいいとはね思ってないっていうのは間違いないね。それは、2枚ともに共通してるし強く思ってると思います。
そしてあなたへのねアドバイス、こっちを見ていくんだけど、太陽と忍者のカードね。そうだな。太陽、こっちの方はね、だんだん良くなってくるんで心配はないですっていうことを言ってますね。そして、結果だけじゃなくてね、プロセスも見てあげてほしいということもメッセージとしては来てますね。そしてあなた側にも困難を乗り越える覚悟が必要っていうこともあるみたい。ただ、明るい気持ちを保って自分らしく いれば大丈夫っていうことを言ってますね。あんまりね、よそよそしく、一度離れたからってよそよそしく接したりするのはあんまりね良くないかもね。明るい感じでね行った方が良さそうですね。そして、この新しい始まりのカード、これはいいね、解決策を思いつくっていう風に来てますね。大きな喜びを感じるとか、努力する力はすでにあなたの中に備わってますっていうメッセージがあります。新しい関係の始まりだとかね、出会いとかもありますね。そうだね。だからお相手とはすぐにまた元の関係にすぐ戻るっていうよりは、また一からの出直しになるっていうことはあるかもしれないですね。また一からね気づいていこうっていうことかな。そして忍者のカード、一人で抱え込まずに誰かに相談した方がいいかもしれないね。あと自分の気持ちをよく考えること。あとね、この忍者は過去の方を見てるんだけど、そこに光があるんだよね。だからね、過去の状況に何かヒントがありそうだっていうことを言ってるみたいですね。そして、近い将来、お相手のあなたに対する気持ちなんだけど、そうだね。まずワンドの4は肩の2が下りるとか、嬉しい出来事とか嬉しい知らせが届くっていう意味がある。そしてワンドの7が、こっちがね、何か有利な情報を得るみたいなことがあるから、それがねお相手にとって何か嬉しい知らせみたいですね。そのことでお相手は一安心したり、これでしがらみから解き放たれるみたいな気持ちになるみたいですね。何かあなたの情報を得るんじゃないかな、お相手は。そのことによって一安心して、自分の弱さに打ち勝つとか、失恋を恐れない気持ち、当たって砕けろみたいなねメッセージが来てますね。ここではまだ迷ってて、なかなかね踏ん切りがつかなかったけど、ここであなたの現状とか何かね、この自分の思いを達成するために有利なね情報とか安心できるような材料を
お相手がね手に入れて、そのことによってね決意するっていうようなことが出てますね。恋を勝ち取りたいとか、勝負を仕掛けるっていうのもあるね。だからまあ復縁できる自信があるわけじゃないけど、彼っていうかまあね、彼女の可能性もあるけどね、お相手の中で少しねチャレンジしてもいい気持ち、有利な判断材料が出てきて、あなたに対してねもう一度チャレンジしようっていう気持ちが出てきそうですね。そして近未来では、ページのねペンタクルとカップの10、あなたに対してはじっくり向き合っていこうと思ってるみたいですね。ここが頑張り時だみたいな風に感じてる。だから再会してすぐにやっぱりじゃあすぐ元の関係に戻りましょうかっていう感じじゃなくて、離れてしまう前の自分とは違うよっていうね、なんか努力してる姿だったり、そういうものを見せて、もう一度ね前よりもより良い関係を築いていこうとしてるような感じかな。ここに対してね結果だけじゃなくてプロセスも見てあげてくださいっていうことだと思うんだよね。だからお相手はここでね多分何かあなたに対して努力をしてくると思う。でそこにすぐに結果は出ないかもしれないけど、そのね努力している姿はしっかり見てあげてくださいっていうことだね。そしてね希望した結果に、道筋がついてきて、道がつながるような示唆が出てますね。真面目に一歩一歩進むとか、この辺でねなんかだんだん会う回数が増えてくるみたいですね。もしねここで、金銭的な悩みとかをね抱えてた人は、お相手はここで真面目に一歩一歩ね着実に進んでいくような、何か努力するようなものが見えてるので、だんだんと解決していくんじゃないかなって思いますね。そして、カップの10ね、これはもう自分が幸せだと感じるっていうメッセージなので、ここではもうね安心できそうですね。愛があふれる、より良い関係を築いていくね。こっちでも出てるから、だんだんと良くなってくるっていうイメージかな。 C さんに関してはもういっぺんに元に戻るっていうよりは、そうだね、また一からだんだんと良くなっていって、前よりもいい関係を築けるっていうイメージが近いと思う。そして、平和で温かな時間が過ぎていく、トラブルが去って心が通じ合う、いいね。さあそして最終結果が、ペンタクルのクイーンと正義のカード。これはね大切なもののために尽くす喜びを知るって出てますね。だからお相手は自分のためだけじゃなくて誰かのためにね頑張る、そのことにね喜びを感じているみたいだね。だからあなたのためにねいろいろと頑張ってくれるんじゃないかな。そして安定してくるっていう風に出てる。あとね何かを築き上げるっていうメッセージも来てますね。ここもねなんか時間がかかっても
地道に確実な道を進むっていうね、メッセージだね。だからもうほんとなんか一歩一歩だね。一歩一歩、真面目に着実にっていうのがやっぱね、一番いいと思うから、俺も。うん。あとなんか人のためになりたいとか協力し合いたいっていうのもありますね。そして正義ね。ジャスティスのカードは、過去の過ちが清算されるっていうのが出てる。ここでね、認められるのかな。ここでようやく、復縁っていう形かもしれない。ここでね、だんだん努力してる姿が見えてきて、築き上げて復縁、過去が清算されるっていう流れかなっていうふうに思いますね。このカードの流れからすると、穏やかにね、緩やかに復縁していくっていうカードですね。そして、モラルに従った行動をとる。あとね、お相手の中にあなたと付き合ってるっていうことに対して責任感が芽生えるみたいですね。すごいね、責任を持って、いろんな行動もね、あなたと付き合ってるっていうことを前提に考えてくれるようになるみたい。そうだね。だから将来のこととかもね、真剣に考えてそうですね、ここでは。はい、それではね、C の方へ向けたリーディングは以上となります。